時間かけてね練習したりね教室に通ったりするんだけども、なかなか上達していかない。お金をかけてきたり時間を使ってやってきたこと、それが全て無駄になるんじゃないかって。やっぱりその不安の向き合い方って間違っちゃうと諦めなくていいことまで諦めてしまったり。お疲れ様です。羊毛フェルトうちの子オーダー専門店虹玉屋の北川です。このチャンネルはリアルな作品の作り方とかね、作家として食べていきたい人のために実際に食べている僕の経験からどういった考え方をしてなきゃいけないかとか、そういったねヒントになるような情報をお届けしているチャンネルです。ぜひねチャンネル登録お願いします。はい、お疲れ様です。今日はね、練習しててもなかなか上手くなっていかないとかさ、教室に通ったりね、教材買ってやってるんだけども、長年やっててもなかなかね、技術が上がっていってないんじゃないかなって不安になったりすると思うの。で、今日はね、ちょっとその不安についてね、いろいろ話をしたいなと思います。このチャンネル見てくれてる人は、いつか作家業を仕事にして食べていけるようになったらいいなとかさ、趣味でね、楽しんでいくためにももっと技術を上げたいとかさ、あるいは大切な子を自分の手でね作品として形に残したいって思って練習してる人もいるだろうし、それぞれの目的があってさ、上手くなりたいんだって思って僕のチャンネルね見てくれてる人多いと思うんだけども、やっぱりさ、その練習っていうかさ、作品を作っててなかなかねポンポンポンって上手くはなっていかないじゃない。上手くなっていく人もいるけどね、そういう人の方が稀でさ、で多くの人が時間かけてね練習したりね教室に通ったりするんだけども、なかなか上達していかない。でその時にどう感じちゃうかって言ったら、自分には向いてないんじゃないだろうかとかさ、才能ないんじゃないだろうかって諦めようとしちゃうんだよね。でそれがすごくもったいないからね、ちょっとねこんな話をするんだけども、やっぱりその不安の向き合い方って間違っちゃうと、捉え方っていうかな、考え方、向き合い方を間違っちゃうと、人生の中で諦めなくていいことまで諦めてしまったり、ものすごくもったいないことをしちゃうから、ちょっとねこの話はね聞いてってほしいなって思います。で特に今ねちょっと自分がやってること、フェルトだけじゃなくてだよ、このやってることが本当に合ってるのかな、このまま続けていいのかなって思ってるような人、何かね持ってるんだったらぜひ聞いてほしいなと思います。そのなぜね今やってることを続けていいのかなって不安になるかっていうとね、多分結果がね出ないからなんだよね。目に見えて結果が積み上がっていかないって言った方がいいかな。でやっぱりそうなるとね、自分には才能ないんじゃないかなとかさ、あるいはさ他の人が気になってさ、あの人はうまくいってるなとかさ、どんどんそういう風に周りのことばっかりが気になっちゃうよね。これはねもう気持ちはわかるんだけれども、でもねみんな冷静に考えて、結果ってすぐ出るわけないの。絶対に結果なんてすぐ出ないんだよ。出てる人もいるけれども、それはすごく稀。なんでその結果が目に見えてこないとみんな不安になるのかって言ったらさ、それはその結果が出ないことそのものよりも、今やってること、例えば今使ってる時間、この人生の大切な時間だよね。時間かけてやってること、やってきたこと、あるいはそこに上手くなりたいからって教室に払ってきたお金だとかね、自分が技術を上げるために手に入れてきたものとか、とにかくお金をかけてきたり時間を使ってやってきたこと、それが全て無駄になるんじゃないかって感じるから不安になってるわけだけど、そんなことで不安になる必要ないから。原理原則の話をするよ。誰もが知っていること、地面にさ植物の種を植えるじゃない。ひまわりでもいいよ。ひまわりの種を植えるとしよう。じゃあでね、このひまわりの種を植えてから芽が出るまでどれぐらいかかるの？ひまわりの綺麗で大きなさ花が咲くまでにどれぐらいの時間がかかるの？時間かかるじゃん。誰もが知ってることだよ。これは原理原則なんだよ。だから僕たちがフェルトっていうものに挑戦してさ、上手くなりたいって思って、それが上手くなってさ、それを仕事にできるとかね、あるいは趣味としてめちゃくちゃ楽しめるようになったとかさ、あるいはね大切な子を形に作れるようになったとかって、この花が咲くところ、ここまでに時間がかかるの当たり前なの。同じじゃん。不安になっちゃう人っていうのは、なぜか種を植えてそんなに経ってないのに、いつ芽が出るんだろう、いつ芽が出るんだろう、いつ花が咲くんだろうって焦りすぎなの。
時間かかるんだよ。かかるの。でね、種植えてほっといても花咲かないの。枯れちゃうから。だから、これがちゃんと育つように、水もあげなきゃいけないし、肥料だってあげなきゃいけないし、太陽が当たるところに置いてあげなきゃいけないしさ、いろんなことをしてやらなきゃいけないの。みんな知ってるじゃん、そんなこと。だから自分も一緒。だって原理原則だから。どんなことをしたってこれには逆らえないから。これが覆ることはないから。だから、コツコツと努力を続けるしかない。努力って言ったらなんか辛いことを我慢するみたいに捉えちゃう人がいるけど、そうじゃない。自分のやりたいこと、それに向かって伸びようとしてるんだから、辛いことじゃないはずなんで。もちろん、時には辛かったりやりたくない時もあるかもしれないけど、でもそれは、冷静に考えたら、今嫌なことなのかな、このかかってるストレスは、自分にとってマイナスなのかなって考えてみて。そのストレスは自分の夢に向かってかかってるストレスだったらいいストレスだよ。でとにかくね、まず結果をすぐに求めないっていうこと。時間がかかって当たり前なんだよって一回その冷静な頭になって考えてみる。それとね、もう一つ不安になってしまう原因は、じゃあこれがね、結局花咲かなかったら無駄じゃんって言っちゃうのね、みんなね。本当に無駄？無駄じゃないよ、それは。やっぱりその心のどこかで失敗したら無駄になるって、失敗イコール無駄だと思ってる。そこが良くない。本当に良くない。でもこれね、そうやって思ってしまう自分が悪いんじゃなくて、これね、これはね、日本の教育のせいだよね。本当に大きいと思う、そういうところは。日本の教育ってさ、小さい頃から失敗したら怒られるじゃない。うまくいかなかったらさ、ダメだよって言われるじゃない。それがやっぱり、そういうのがきっと染みついちゃってんだよね、僕たちには。で、そんなことは実はないんだよね。真逆なんだよ、実は。失敗すればするほど成功に近づいてってるんだから。だって失敗を恐れて、ね、怒られるからってさ、失敗しないように言って、無難に何かをやってたらさ、その程度の人にしかならないじゃない。失敗することを恐れずに、どんどんいろんなことにチャレンジしてった人の方が、失敗したって、こうやってやったらうまくいくと思ったけど、うまくいかねえんだ。じゃあ次からこれの方法はやらないで違うやり方やってみようって分かってるわけじゃない。でも、ここで失敗を恐れて、あの人は失敗した、ああいう風になりたくないって、こういう風に、ここに立ち止まってる人って、その失敗することで何が起きるかも理解してないんだよ。だから、ずっと成長しないの。ずっと。だけど、失敗しまくる人は、めちゃくちゃ成長していくの。当たり前だよね。だっていろんなことにチャレンジして、転んで、立ち上がってってやってるんだから。だから、失敗することっていうのは、いろんな経験を体験できるの。体験することがめちゃくちゃ大事なの。みんななぜかこの体験をしようとしないの。傍から見てて、ああはなりたくない。その失敗してる人は一見バカなように見えるかもしれないけれども、でも確実に立ち止まってただ見てる人よりは成長してる。絶対に。結局さ、やってみないことには、この道を進んでみないことには何があるか分かんないんだから、結局。だから本当に自分に合ってるかどうか、これが分かるのだって、やりきるから分かるんであって、みんな目も出てないうちに自分には向いてないっていうのでやめちゃうの。なんで芽が出るまでやらないの？いや、こっちの人はさ、すぐ芽が出たかもしれない。それは埋まってる地点が違ったのかもしれない。自分はちょっと深いところに埋まってるから出るまでに時間かかってるかもしれない。そんなのは人と比べたってしょうがないじゃない。それまでに育ってきた環境だって違うし、いろんなものが違うんだから、同じじゃないんだから、全てが。で、その中で自分が向いてるか向いてない。この人は早く芽が出たかもしれないけど、この後すぐ枯れちゃうかもしれないよ。この人はすごい時間がかかったかもしれないけど、この土の中でめちゃくちゃ努力したから、ここでへこたれるようなことがあったとしても、ここの頑張りがあったから、さらに強く伸びていけるかもしれないよ。わかんないじゃない。もちろん、そのままダメになっちゃうかもしれないし、それはわかんないよ。言ってみないことには。だから、芽が出るまでやってみりゃいいじゃん。もちろん、時間の許す限り、お金の許す限りっていろいろなね、側面があるから、どこかでね、
見切りをつけるっていうことも確かに必要かもしれないけど、でも多くの場合もう少しやったら何かが見えるのにっていうところまでやってないんじゃないかなって思うんだよね。僕自身にも言い聞かせてるんだけども、だからもうコツコツとやるしかないんだよね。その積み重ねで、種には栄養をあげないといけないんだよ。太陽の光を浴びせてあげなきゃいけないんだよ。肥料をあげなきゃ育たないんだよ。人も同じだよ。自分自身に対して僕はできるんだって思わないと。私はできるんだって思わないと。私はダメなんだって思ったらダメになっちゃうよ。植物ってさ、これ聞いたことない？ずっと汚い言葉、悪い言葉を浴びせ続けたら枯れちゃうの。でも、いい音楽を聴かせたり、いい言葉を話しかけてあげると元気に育っていく。それと同じ。本当に同じ。だから、まず自分自身に否定的になるんじゃなくて、自分自身には本当にいい言葉をかけてあげなきゃ。そして自分を信じてあげなきゃ。自分で自分のこと信じてあげないで誰が信じてくれる？人なんて関係ないんだから。自分がやりたいことのためにね、自分が幸せになるためにやればいいんだから。まずこれが第一だよ。で、これができるようになったら、自分がさ、幸せになってやりたいことができたら、そしたらその時に初めて人のことを助けてあげたり、手を差し伸べてあげたりできるじゃん。で、自分がまだね、潤ってないっていうかな。例えばさ、コップに水が入ってるじゃん。ここまでしかさ、水が入ってないのに、これを人に与えようとしたら、自分が飲む水ってなくなっていくわけ。じゃあ、その時、一人二人助けれたとしても、自分が枯渇して自分が潰れちゃったら、もう誰も助けてあげれなくなるの。だから、まずは自分のコップいっぱいにしな。このコップをいっぱいにして、で、こっから水溢れるじゃん、そのうち。で、この溢れた分でいろんな人を助けてあげれるようになったら、この水が溢れ続ける限り、ずっとそれができるじゃない。まあ、ちょっとね、話がそれちゃったけど、まあでも本当にそういうこと。まず、自分が潤うこと。そこを第一優先してあげて、自分が潤えるようになるために、自分の目指していること、夢に向かってちゃんと進んでいけるように、自分自身にちゃんと栄養を与えなきゃ。その自分自身の栄養っていうのは、自分自身に問いかける言葉が本当に栄養そのものだから、ちゃんと自分に、お前はできるんだよ、大丈夫だよって言ってあげなきゃ。誰かに言ってもらうんじゃない。自分でやるの。そういうふうにコツコツやってる、努力してる人を見たら、きっとそのうち誰か他の人が、すごいね、頑張ってるねってきっと言ってくれるよ。そしたらそれもさ、栄養になるじゃない、自分の。で、そういうふうに声をかけてくれた人たちを何かの形でさ、いつかお返しができるじゃない。自分がね、コップの水が溢れれるようになったらさ。はい。というわけでね、今日はね、不安との向き合い方っていうところで話をしたんだけど、まずね、すぐに結果を求めすぎないっていうこと。原理原則をね、一回考えてみよう。植物、種を植えたら芽が出て、成長して花が咲くまで時間かかるじゃん。これが伸びるまでに太陽の光も水も栄養も必要じゃない。そうやって時間をかけて、手間暇かけて初めて花が咲くわけじゃない。だから、みんながフェルトの練習をして技術が上がって、自分が成し遂げたい目的、それを達成できるのは時間がかかって当たり前なんだよ。そして、栄養として自分には才能がないんじゃないかななんて言ってたら、栄養を与えてないんだから自分で。ちゃんと私にはできる、僕にはできるって信じてやる。で、この信じてやるんだけれども、これがね、信じてやったのに、芽が出なかったらどうしよう。花が咲かなかったらどうしよう。いいじゃん、それはそれで。無駄になんかならないから。その経験は絶対何かしらで生きるから。僕は今この仕事、羊毛フェルト作家としてやって7年目に入ったんだけれども、それまで26年間陸上自衛官としてやってきたんだよね。で、全然く畑の違うところだよね。片や公務員だしさ、今個人事業主でさ、自分で商売やってるわけだしさ、組織の中で動いてたのがさ、個人プレイになってさ、戦いをやっていたものが物を作ることに変わってさ、全く違うことをやってる。じゃあ今までの自衛官時代にやってきたことが何一つ活かせてないかって言ったら、全くそんなことない。もうね、全てって言っていいほど今に活かせてる。そして自衛官の時の経験がなかったら今の僕はない。これも 100% 言い切れる。
だから人生において無駄なことなんて一つもない。ただし無駄になることは一つあって、それは自分の捉え方。その経験を、あんなことやらなければよかった、本当に無駄だったなって吐き捨ててしまって、その大切な経験を投げてしまうこと、それは無駄になる。でもどんなに辛い経験だって嫌な思い出だって、それは捉え方や考え方一つで次の糧にできるんだから。どんなに辛いことだろうが嫌なことだろうが、もちろん楽しいことも良かったことも、全ての経験は自分の財産になるんだから、そこさえ分かっておけば、ましてやさ、自分の夢に向かってやってるんだったらやりがいあるじゃない。だから簡単に自分に才能がないなんて言わずに、できるところまでやってみたらいいんだよ。そしたらね、必ず何か見えるから。成功するかもしれないし、ダメだったとしても必ずそれは何かの力になるから、というところでね、やってみたらいいんじゃないかなと思います。どうしてもね、何か不安になる時って人に相談できなかったり、自分一人で考え込んじゃう時だから、だからこんな話でもね、聞いて、何かしらね、ちょっと考え方がね、そういう考え方もあるんだなんてね、何かしらのヒントになったらね、嬉しいです。はい、じゃあね、今日のお話はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。